皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、見かけの速度パラメータを話題にしています。前の動画で本反応システムにおける理論的研究が固定化酵素反応プロセスの実用化の研究とともに行われたことをお話ししました。見かけの速度パラメータに関する研究は、この中で現れた重要な研究テーマでした。今回は40年ほど前、私が考えた見かけの速度パラメータの一般式を例として、論文創出につながる研究題材の着想法についてお話しします。あなたが大学などの研究機関で研究活動を行っているとしたら、どのようにして論文の数を増やそうかと毎日悩んでいることでしょう。やたら論文数の多い研究者がいます。例えば30歳そこそこで20本を超える論文を業績として挙げる研究者がたまにいますが、これにはびっくりしますね。一つの論文をジャーナルに掲載するにはそれらにの時間がかかります。当該研究者が業績として挙げている論文において、それらのアイデアは自分で着想したものなのか、共著者の着想であったとしても、その研究に実質的に関わったのか、このうちどれくらいの論文を自分で書いたのかなど、私はいろいろと疑問を持ってしまいます。私にはそのような研究者が横断歩道を手をつないで渡っているようにしか見えません。いずれにせよ、大学で研究活動を行う者にとって論文数は死活問題であり、これを年相応に増やしていかなければなりません。そうかといって論文数が物理的に見て多すぎるのはよくありません。論文数が少なければ昇進できませんし、昇進できなければいつまでも自由に活動できる研究の場を確保することができません。したがって研究者には論文創出につながる研究題材の着想が重要となります。私は1984年に博士号を取得しました。このために大学院生の時にはバイオテクノロジー分野で反応器開発研究に携わりました。毎日が科学実験の連続でしたので、自分の研究意欲を維持するため、関連する理論的研究の論文を読み漁りました。それは学会発表を控えた1週間前の日曜日でした。一人しかいない静かな研究室で朝から夕方近くまで机に向かっているとき、一連の式を導き出しました。そして後日、これらの式が固定化酵素反応の見かけの速度パラメータの一般式であることに気づきました。見かけのミカエリス乗数に関する研究の歴史は前の動画でお話しした通りです。その頃までに酵素を固定化した時のミカエリス乗数の変化について多くの実験結果が報告されていました。これらの研究と並行し、固定化酵素のミカエリス乗数、すなわち見かけのミカエリス乗数の式が提案されていました。そしてこれらの式は実験結果の正しさを示す証拠として議論の中で用いられていました。しかしながら、これらのすべての式はすべて制約条件を仮定して導出された近似式でした。このため、こ
これらを用いた実験結果の解釈には限界がありました。一方、私が導いた式は幸運にも一般式でした。また、見かけのミカエリス乗数だけでなく、最大反応速度の式についても導出できていました。したがって、さまざまな環境下で行われる固定化コース反応の見かけの速度パラメータの変化を正しく予測することができました。それでは今回の動画の本題の話に入りましょう。次の図を見てください。これはある固定化コース反応において測定された初速度データに基づく線形化プロットの例です。このプロットで使用されている関数関係は LB プロットと呼ばれている有利酵素系の速度パラメータを決定する際によく用いられる線形化プロットのものです。しかし、本プロットでは横軸に基質初ノードの逆数を取るため、実験データにバイアスがかかり、測定値がばらついている場合、速度パラメータをより正しく決定できなくなります。そこで私はいつも次の関数関係に基づく線形化プロットを使います。本プロットの利点は、測定値の誤差の影響を極力小さくできること、また横軸が基質初ノードであるため、反応初速度がどの基質ノードの範囲で測定されたかがすぐにわかることです。例として挙げている線形化プロットをこの関数関係で表すと、次の図のようになります。これより本実験では反応初速度の測定が広範囲の基質ノードに対して行われたことがわかります。変換前の図を含めて本プロットはほぼ直線とみなすことができます。著者らはプロットしたデータから直線の式を決定し、これより見かけのミカエリス乗数 KMAPP を 5.9 ミリモーラーと決定しました。また、この値は有利酵素のミカエリス乗数 Km の300倍の大きさであると結論付けました。私も推奨する関数関係のプロットにおいて同様にデータを処理し、速度パラメータを決定しました。本プロットでは直線が横軸と交わる点がミカエリス乗数を表します。よって本固定化コスト反応の見かけのミカエリス乗数 KMAPP は 5.44 ミリモーラーとなります。もう一つの例を示しましょう。本論文の著者らも実測値のプロットを直線とみなし、得られた直線の式から見かけのミカエリス乗数を決定しました。一方、私が推奨する線形化プロットは次のようになります。この場合、有利酵素系と固定化酵素系において基質濃度の測定範囲が異なるため、2つの図で表しました。図より本研究においても反応初速度は広範囲の基質濃度に対して測定されたことがわかります。固定化酵素系のミカエリス乗数は有利酵素系のミカエリス乗数よりも約6倍大きくなっています。これは拡散抵抗の関与によると推測されます。多くの研究でこのような固定化酵素系と有利酵素系で決定されたミカエリス乗数の比較が行われました。この時、測定データの解釈には
見かけのミカエリス定数の近似式が用いられました。これらの式によれば、固定化酵素反応のミカエリス定数 Km-APP が有利酵素反応のミカエリス定数 Km より大きい場合、拡散抵抗が存在することや、単体と基質の電荷が同符号であることにより、基質の酵素への親和性が減少したと説明できます。反対に、Km-APP よりも Km が大きい場合、単体と基質の電荷が異符号であるため、基質と酵素の親和性が増加したと結論することができます。このように、見かけのミカエリス定数の近似式は、論文を書く上での基礎的知見として役立ちました。固定化酵素反応ではいくらでも異なる単体と酵素の組み合わせが可能であることから、多くの論文が創出されたことは言うまでもありません。ここで私は疑問を持ちました。固定化酵素系のそのようなプロットが本当に直線なのかということです。拡散抵抗などが存在するときの固定化酵素の反応速度は次のように書くことができます。ここで SB は液本体の基質濃度を表します。これは固定化されている酵素近傍の基質濃度でないことに注意してください。また EF は触媒有効係数であり、基質濃度の関数として変化します。よって広範囲の基質濃度に対するプロットは曲線になるはずです。1式を線形化プロットと同じ関数関係で表すと2式となります。この関数関係において2式が描く計算線は表面固定化酵素系の場合下に凸、最高内固定化酵素系の場合上に凸の曲線になります。すなわち前述の固定化酵素系の線形化プロットは本来曲線であると考えられます。しかし過去の研究では全て直線であるとして処理されてきました。これは測定データが広範囲の基質濃度に対してプロットされなかったことによると考えられます。そこで私は基質初濃度を広範囲に変え、固定化酵素の反応初速度を測定しました。その結果を次の図に示します。本プロットは明らかに上に凸の曲線です。私はこの曲線上のデータが狭い範囲で取られ、これに対して直線を引いたらどうなるだろうと考えました。数学的にこの直線は曲線に対する接線に相当します。そこで接線の式を導くことにしました。それでは見かけの速度パラメータの一般式を誘導します。1式を線形化プロットの関数関係で表すと2式となります。ここでは実験データを処理する場合、基質濃度には初濃度を、また反応速度には初速度を使うことになります。EF は液本体の基質濃度 SB の関数なので、2式において Y と SB の関係は直線にならないことがわかります。前述のように2式が描く計算線は最高内固定化酵素系では上に凸の曲線になります。
この曲線上の2の点 P における接線の式は3式で与えられます。接線を線形化プロットの直線とみなすと3式は4式となります。4式を3式と比較すれば5式と6式が得られます。1式または2式を考慮して5式と6式を整理すると、曲線上の P 点で観測される見かけの速度パラメータは7式8式となります。ここで γ1 と γ2 はそれぞれ最大反応速度と見返り数乗数に対する見かけの値と真の値の比になっています。これらは見かけの値が真の値からどのくらい異なるかを表します。4式を変形すると固定化酵素の反応速度を表す9式が得られます。本式では拡散抵抗などの反応場の影響が最大反応速度と見返り数乗数に分配された形になっていることがわかると思います。9式は1式から近似することなく導かれたので、9式による計算値は1式のものと等しくなります。8式は一般式なので、見かけの見返り数乗数の特徴を正しく評価できると推測されます。また7式を使うことで見かけの最大反応速度の特徴もまた明らかにできると考えられます。さらに反応速度を1式の形で表すことができれば、その固定化酵素系の見かけの速度パラメータを計算できるようになります。最高内固定化酵素系では、触媒有効係数は数値的に計算しなければなりません。前の動画でお話ししましたが、この計算は容易ではありません。また、7式、8式には、触媒有効係数 EF の無次元基質濃度による微分値が含まれています。このため、見かけの速度パラメータの計算には、2点境界値問題という微分方程式を高精度で解くことができる計算法が必要でした。私はこれを超高精度で解くことができる数値解法を開発し、この問題を解決しました。一方、表面固定化酵素系では、触媒有効係数は解析的な式で表すことができます。このことは本反応系において見かけの見返り乗数の式が解析的に導かれることを意味します。次の動画ではこの式を導きます。幸運にも私は見かけの速度パラメータの一般式を導いたことで、その後10本以上の論文を創出することができました。これより一般性の高い式を導くことがいかに大切であるかを理解していただけると思います。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。